今日やる気るしかないってことです、トーナメント。今日さ、1個でもいいからトロフィー取ろう。乱れ打ちだ。デイ5頑張っていきましょう。優勝できるよ。よし、優勝していきます。16位でした。惜しい。惜しい。$9100。すげえ。幕勝ちや。今回の旅蓋開けてみたらなんかすごかったね。みんなちょっとずつ見せ場があったね。うん、確かに。よかった。すごいね。綺麗。うわ、やば。さあ、陽キャの皆さん、はい。バハマです。イエーイ、ポンポンポン。いややっぱもうパリピだから上からバサッと言われた。パリピだからね。一番こういうのをさ認められてないチャンネル、その冗談でも冗談でもやらないチャンネル。そうだよ。バカマがついたということで、バカマに関するクイズを、はい、お願いします。問題。バハマはあるものの面積が世界で一番高いです。大きい。はい、砂浜の面積。はい、海岸線。海岸線は良さそう。港。はい、ヤシの木。ヒントは日本は面積率が 1% 以下。あ、バハマは何パー？あ、25%。25%以上それが占めてる。はい、湖。あ、正解。すごい。1000フィート水域の面積が世界で一番多くて、国全体の4分の1は湖だ。すごい。というわけで、はい。はい、何ここ、何ここ。俺らが乗ってるバージンボヤージュが所有している建物、ビーチクラブ。すごい、見て、WPT って書いてある。でんでくでんでんでん。すごっ。すごっ。これはすごいわ。多いね。後でこの前でなんか撮りたいね。確かに。はい、ドゥンドゥルンドゥンドゥン。ドゥンドゥルンドゥンドゥン。一番パーティーじゃなさそうなタイプのダンスしちゃったよね。さあ、皆さん、はい。ご覧ください。ビーチです。半端ねえな、これ。波強いわ。めっちゃ綺麗だね、待って。マジですごい。うわまあこれが俺らの日常だよね。そう見て、ご飯来ました。待って、はい。また値段書いてない。これタダですか？うわ、マジかよ。オッケー。すげえいっぱい来た。More, this is enough. やばい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 。You can always come back. Come back anytime. なんかノルマした。さあ食べてみたいと思います。じゃあまずジャークチキンからいきましょう。実食。いただきます。うまい。まだよかった。なんかちょっと甘い。甘いから美味しい。甘いだけ。ちょっと甘いから美味しい。まず最初にバイキング2人脱落する。ちょっとすいません。この人寝てません？サングラス外せよ。寝てるじゃねえか。おい。まあでも寝てていいけど。おい、ちょっと待ってくれ。何チルしてんだよ。
チルするような場所やんここ。おい、6日目にしてトーナメントもなんか終わって、ポーカー仕切ってバカンスだなじゃないんだよ。バカンスだなでよ、いいけどね別に我々的には。企画を持ってきております。はい。いやいやまあ内容によるこれは。楽しい企画でしょ、さすがに。楽しい企画でお願いします。なんとこのバハマにもカジノがあるんですね。もうリゾートまで来てまたカジノの話してるこの人。僕たちはカジノのチャンネルなので。なんでカジノあるんだよ。ということで今回の企画は秘境の地バハマのカジノで10万円をいくらまで増やせるのか対決。ああ、なるほど。ああ、でも、よかった、でもよかった。入れませんけが。いや帰れませんは本当に帰れなくなっちゃう。今回はですね、対決企画に進化させております。なるほどなるほど。僕は中立なので大沢チーム VS 理系の天才集団ということで。そういうくくり。ああ、そっか、プロギャンブラー VS まあ理系天才集団ね。そうです。やっぱ3人力合わせてならプロギャンブラー倒せるんじゃないかなと思ってました。でも現在時刻1時半なんですけども、5時間後の6時半に船が出港します。なるほどなるほど。ペットすぎる。はい、10万円的で15万円なんだけど、チャンネルから1000ドルずつを、なるほどなるほど。1000ドルずつ。はい、2チームに支給しますので、この1000ドルを増やした分は持って帰って大丈夫です。増やした分持って帰れるの？持って帰って大丈夫です。最高じゃん。ちなみにこれ自分のお金でやりたい人はいいですよ。全然自分のお金でやりたいなって人は。いや、大丈夫。僕はもう自腹でいきますよ。うわ、かっこいい。もちろん。1000ドルから増えた分に関してはプレゼントします。マジでマジでめっちゃ熱いよ。そんなことある？はい、なんですけど、この後怖えな。なんとですね、僕の口から言えるのはバハマにはカジノが存在するという事実だけをお伝えさせていただきますので、どこにカジノがあるのか、どんなカジノがあるのか、どのカジノのどんなゲームがいいのか、全部自分の手で調べて調査するところから5時間。なるほどなるほど。ということで早速始めていきたいと思います。はい。制限時間は5時間スタートです。行こう。急げ急げ。というわけで調べてるんですよ、カジノ。カジノ自体は何箇所かあるっぽいんだけど、その辺の人に聞いたら、いやもうリゾワしかないよって答えるぐらい、多分リゾワがちゃんとしたカジノ。なるほどね。てか情報がネットにほぼない。そういう時はどうするんですか？行くしかないよね。足で。足で。基本はやっぱ足なんだ。ちょっと情報かなり怪しいんだけど、カジノって名前がついてる場所はそこ以外にも何箇所かあります。なるほど。なんで僕の作戦としてはブラックジャックのカウンティングが一番期待値高いんで、まあ基本はブラックジャック1本狙い撃ち、大体カードのシャッフラーっていうのが自動なんですよ。でこの電動のやつでやってる限りは勝てない、基本的には。だから電動じゃないブラックジャックがあるカジノを探すっていう作戦で僕は行きたいと思います。で一旦リゾートワールドのカジノは歩いて行ける距離にありそうなんで、まあ、ちょっと歩いて行ってみようかなと思います。まずはここからちょっと次のカジノに移動するかどうかは、まあ、見て判断っていう感じですね。調べるのが早いわ。はい、もうその辺にいる人にも聞きました。そう聞いたね。係人の人とかに。向こうは3人ともさ、ちょっと英語がやっぱりそんなに得意じゃない。そうだね、そこはアドバンテージかなりあるかも俺に。そうだね。というわけでじゃあ僕は早速リゾートワールドに向かっていきたいと思います。来ました。もうこんなリゾートまで来てまたカジノかよって感じなんですけど、リゾートワールドですね。ラスベガスでも散々お世話になってる、まあ、僕らがよく行くカジノですね。理系チームですけども、チャンネルから1000ドルを支給させていただきます。ありがとうございます。じゃあ行ってきますわ。行ってきます。はい。いってらっしゃい。頑張ってさあ作戦立てよう。理系チームですか我々。はい。シンプルに、今回の勝ちの条件は相手より増やしたらいいと。でも多くの場合はギャンブラーはマイナスになるわけ。本当はそらそうやな。今回は相手に勝ってればいいっていうのは勝利条件だから、マーチンゲールは否定できない。あれは破産してしまう確率がごくわずかあるから、良くないというだけで、勝ち越す確率はすごい高いわけ。なるほど。あと今回の1000ドルは横沢の1000ドル。破産確率ってあんまり意味ないよ。おいおい、1000ドルあれば勝ち越すだけだったら破産確率めちゃくちゃ低い。で横沢はどう見積もるかだけど、多分派手にやると思うよ。ここが勝負時だと思いますっていう言葉が聞こえてくる。速報が入りました。今もうカジノついています。これがね、これが俺らの悪いところよ。じゃあ行こう。もう行きな。現場に行かずすぐ紙とペンで考えして。だから今のをやろう。もう時間ないんだから。これちなみにさ、1000ドルをみんなで共有して一気にやった方がいいのか、3人分けておのおのやった方がなんかバッて。あ、それどうするの3人で分担してさ、誰かのが足りなくなりそうだったらそっちがから借りれるから。でもいい。
3倍違うのよ。誰かが350になっちゃう。どっかで取り返さない。動こう横澤カジノついてるんだぞ。大丈夫かなこのチーム。幸先不安だな理系チーム。こじんまりした感じのやつですよね。うわー、桜ですね。ありますね。数えられます。一発目から。今まで25だから結構運の良さ強くなっちゃいます。いいですね。でこれこのシューター終わったら入ろうかな。もうちょっと情報ある。かなり情報が手に入ったんですけど、カジノのいろんなのが出てくるんだけど、これってカジノじゃないらしい。オンラインカジノができる場所でウェブショップって呼ばれてるらしい。初めて聞いた。一応この国の法律的にバハマの人はやっちゃいけないことやってるみたいな。ウェブショップだったらいけるからみんな行くんだって。そういうことですね。だからここでも俺ら戦うしかなくて、一旦ちょっとブラックジャック触ってみない？やってみましょう。ブラックジャック。Oh, thank you. My brand. That's your brand? Yes. I need that. Oh, yeah? Nice. Good stuff. なんか快適だね。そうですね。やっぱバカンスのカジノって感じがしますね。結構深い。そうですね。深めです。ルール悪くない。勝てます。はい。行きましょう。持ってますね。持ってるね。いい調子ですね。調子いいね。いいですね。勝てるねこれは。これはいけますよ。これいける。いい調子。コツコツと確実にやってるちゃんと。Are we on same step? Yeah. I busted direction. Oh yeah? Yeah. You think that I had direction. Remember? Oh, now I remember. プライムで僕のこと飛ばした人です、その人。はいはいはい。Oh, you just flat with Jackson. Oh, plus one. Yeah. なんていう出会いですか。ね。ここに来る途中でさ、通ったさ、ここホテルだったよ。カジノ書いてあったよね、てかさっき。ウェルカムズパラダイスって書いてあって、多分カジノあるよ。そうや。350メートル歩けるよ。さすがに歩ける。じゃあそこに行こう。あと5分です。あれ左曲がったところにカジノある。でもここの街並み可愛くね。ね、可愛いよね。理系地図に弱くてまずカジノにたどり着けないっていう話ある。これ本当に大丈夫なのかみんな。焦りだした。一人で行っちゃった。お、本当だ。着いた。やっと変なコースで来たなこれ。ということで中入りましょうか。行きましょう。はい。今3時39分なんですよ。はいはいはい。ということで、あと2時間ぐらいで結果を出さないといけないですね。帰る時間も込みで考えて。そうだね。2時間だったら結果出せるの。相手チームあそこにいましたね。同じカジノに？同じカジノにたどり着いてんじゃん。でも横澤と同じカジノにたどり着けたって意味では一歩前進じゃない？一歩前進。そう。吟味して探しましょう。マジで行く場合、その元がめっちゃ大事じゃん。6回まで系からもうダメじゃん。まあよりちょっと少ないから2分の1ないからちょっと少ないぐらい。じゃあ10から始めてみよう。もうやってみよう。で前回僕がねしたマーチン・ベイザーあれはなんかその一応確率の偏りを捉えるという意味でその履歴を見てね。マーチン・ゲンスはどう？絶対一番悪いから。一番悪いわ。理系的には一番悪い。でここさ島じゃん。島や。傾いてんの結構。ありえる。傾いてんだ。ありえる。こいつ島ごと傾けてきた。いやー、遅かったね。長くやらん方がいいかなと思って。短期してギャンブルってそういう強がってますけど大迷子になって民家の中くぐり抜けてここまで来ました。さあチップ来ましたね。まずちょっとどうですかベイズ師匠。データ見て一番偏ってるやつ教えて。ローが56%。ギンギンじゃねえかお前。ロー56%だね。ギンギンじゃねえか。なんか張り腰良さそうだな。しかもこっちのチームコツ25ドルかけてるこっちが。何やってんの？忙しいから戻るわ。人の見ておいて言わないの？こっちの主張があるんで。25ドルコツコツって言ってるよ。じゃあまた考えよう。いい、これはコツが負けても落ち着くことで一気にしないで恥ずかしいから。はいごめん。俺ら理系チーム。はい。さあ回ってます。
いや、当たった時はよくない。1010ドルでございます。マーチンゲールの逆があるってなんか言ってなかった？逆マーチンってや逆マーチン、あれはどうなの？つ。いや、全部ダメよ。これだけ、マーチンページだけが唯一まとまってた俺は思う。あ、なるほど。それもまあいいです。回収できるの？まあでもまだやれるね。コツつかんだよ。勝ったじゃん今。20っていうことはダメ1010で勝てると思ってるからね、横3円。なめすぎよね、正直。じゃあ目標、いくらなら勝てると思ってるの？100ドル取ったんですか？あ、1100まではいかなければ。ああ、それは。行こう。一番偏ってるやつ教えて。0と00は最近出てるからもう出ないよね。絶対理系チームがやるべき会話じゃない。これ喜んでいいんじゃない？こんな簡単だっけ？簡単だね。マーチンページなんや。すげえ、今いくら勝ち？プラス50。おお、すごい。これさ、この50いったらさ、クリアじゃん。1100。まあそうだね。だってあと1時間ぐらいしか遊べないよ。50いっちゃおうか。勝ち切りで横澤の先抜いてるのある。まあそう、一旦まあ勝てばそうしよう。今日波強かった。50勝ってる時に50いっちゃったんだろうね、俺ら。20に戻すべきなのに。これでだってああ、そういうことね。何が違う？でも50失ったから倍いくべきよ。そうだ。あってな。今から100ドル。ネットでいい？ネットでいいよね、まだね。いいよ、レッドでいこう。何番？こういう場合ってさ、黒の方に傾き出したみたいなことは考えなくていい。それはダメなのよ、それ。あ、それダメなんだ。そう、あくまで統計で見ない。あくまで統計なんだけど。なんでそんな冷静にやれるんですか？数学を信じてるから。かっこいい。理系だ。これレッドの偏りがなかったって全体的に今どうなの？今ローが12分の7になった。ローでいい。ローに傾いてる感じが。ちゃってんじゃん。おい。数学的に考えてローに傾いてるから。いやもうこの人見て、この前の日に見てた。俺ね考えがある。大丈夫。信じて。俺には考えがあるんで。信じてあげようよ。信じよう。マーチン・ベイズ提唱者だよ。マーチン・ベイズ数学を信じよう。どうなる？赤じゃん。前半にちょっとチェンジ。俺の計算によると3倍にすれば900になってワンチャン。もう一回マッチングができる。ワンチャンある。モッドさんでいくか。理系っぽいからモッドさんでいってほしいな。モッドさんでいこうか。モッドさんの偏りってある？モッドさんの偏りある。一回さ、横でめっちゃニヤニヤして通り過ぎよ。行って、まあ、目標額行ったから先帰っとくねみたいな。そうね、それがいいんじゃない？焦らせるって作戦。焦らせるって作戦。ゼロにさせる。ゼロ破産させるって。それが出て俺らに唯一残された勝利方法だね。すっごい負けた顔してるやん。いや、一回顔作りに行こう。ちょっと一回そう冷静になった方がいい。顔作りに。思い込みでまず俺らは2000になった。2000になった。一回2000になったっていう雰囲気作って、せーの。いや、2000すごいわ。マジで。てか本当にマーチン・ベイズ神が生み出しておいて怖い。いや本当にだからそんなことができてしまうなんて。本当になんいい？みんな、はいよ。横澤のチップ額をまず。そんなもんでいいのって顔合わせでいいの？で判断能力鈍らせる。行こう。なんか時間かかってますね。時間かかってる。結構なんか苦しんでそうね。あれあれ？もう終わり？もうね、俺らもう十分目標が達成したから。はぁ？多分もうこのカジノでやることはないだろう。船戻ってるから。あとで収支報告。理論上もほぼ負けない。計算通り。本当にまあ計算通りない。メイクセンス。メイクセンス。あのアマチュア集団ムカつくな。やばいですね。あいつらにはこのチップだったんだよ。
作戦があってさ、500ドルチップしとこう。向こうがさ、全然チップないじゃんみたいな言わせるために500ちょっと持ってる人もらいました。実際僕今200ドルぐらい買ってるんで、おお、すごいと。マイナス300じゃんって思わせて、実は200、これでいきます。はい。よしよしよし。こっからやな。すげえ。かっこいい。感動した今俺今。ありがとうございます。かっこいい。じゃあこの調子で頑張ってください。頑張ります。ちょっと暴れまくりますここから。どんぐらいまで増やそうかな。2000は確実にいってそうな感じだったもんね。そうですね。やっぱ向こうのあれが分かんない以上は期待値をひたすら稼いだ方がいいかも。いくらだったらやめるとかっていうよりかは期待値積み重ねていくのがこっちは正しいかもね。だからやれるとこまでやってみましょう。はい、ちょっとここからは派手にやっていきます。いいね。はいやー、ちょっと張り上げていこうかなここから。はい。はいやー。レッツゴー。すぎるマジで。あーやばい、なくなっちゃうこれ。死ぬかも。めちゃくちゃいいのにマジで数字。上12とかだって今。やばいね。結構やばいよ。これ行くしかないよ。大きく良すぎる。頼むマジで。いいよ。よしよしよし。まあちょっとやばいこれは。だいぶやばい。やっぱりダメだった。やば。いややばいのよマジで。もう数学の力は絶対じゃないんですね。理系チームを相手にそれを言うと面白い。F がいっぱい出たでしょ。全部向こうに行ったの。なんでそんなひどいことできるの。なんか精神が追いやられるこれマジで。楽しみたかったもんと。俺さっきまでブラックジャック楽しいとか言ってたのに。やばいじゃないよ。Sasama. There you go, Joe. Come on. I'll take it. なんで全部すり抜けて俺以外のとこに行くの。本当だ。左右両方ともブラックジャックです。なんでギラで本当だ。えぐいこれ。マジでえぐい。She'll have it, don't worry. Yeah, I know. うわ That's why I do it. えぐすぎるマジで。うわまた同じことになってる。だってこれしかないんだもんもう。もうこれしかない俺には。これしかない俺には。もうこれしかない俺には。頑張れ。お疲れ様です。お疲れ様です。無事船に戻ってくれました。よかった。まあそれはもうとりあえずね最低条件。ちなみに帰ってきた時刻は5時40分とかじゃない。あ、でも同じぐらいじゃない。ちょっとその10分後ぐらいかな。10分15分ぐらい。ギリギリじゃなかったってことは結構2チームとも余裕あるってことじゃない。あ、確かにそうかもね。そんな2チームですけども結果発表。どうだろうなこれな。それでは横澤さん、はい、収支と、はい、それからその戦略を聞かせていただいて、はい、まあ、ひたすらカウンティングをやりまくって結果最後の悪いの聞かせていただきます。待って4、5、頼むよ。これで復活させて。所持金です。はい、ありがとうございました。そんな綺麗なことある？おすすめなし。いや、俺はもう0-0期待してるよ。向こうもゼロになっちゃった。いや俺ワンチャンその線まだね正直あると思ってて。なるほど。向こうゼロになっちゃったんだけど、いや俺らもう余裕だからとか言って俺に無理をさせて0-0のタイに持ち込もうとしてるは全然ある。なるほどね。てかなんなら、俺が向こうだったらこれゲーム理論的に言ったら1ドル残すね。なるほど。そう0-0だった場合に勝つという、なるほど、その作戦をやると思ってですね、僕は
1ドル残してあります。マジです。すげえ。これ1ドル一応残してタイに持ち込んできた場合、これで 1-1 でお互いタイになるはず。1と0で大違いだから勝率が。なるほど。はい。結果マイナス999ドルということで。なるほど。1ドル残し。これなんで逆に1ドル残った？相手が破産してた場合勝つから。なるほどね。なるほどね。圧倒的に0より1の方が期待値が高い。よくできてるわ。0と1じゃ全然違うもん。望みをかけてます。ご飯ちょっと来ちゃったんですけど、聞きたいです。我々はですね、数学を信念してますので、マーチンゲールをやりました。最初10個でスタートして、マーチンゲールできなくなっちゃった。そうね、そう。残りがもう300。その3回チャレンジが失敗しまして、僕が預かりました。はい。失敗したんでしょ？300ドル3倍チャレンジ。もうゼロじゃん。最終収支。はい。もうそれか1枚だけ残しとく。で0と5だとマイナス勝率が全然違う。確かに。だから2は295額がいい。295を3倍にします。これで勝利を取ればいいんじゃない？ということでこちら5ドル残しましたので、収支はマイナス995ドル。いやーすごいよこれ。これうざー。ちなみになんで5ドル残したんですか？いや普通にもらったチップの最低額を最悪だまして余っただけじゃねえかじゃあ。本当に笑いこらえるの大変だったよ。お子さんが1ドルずつ出してた。マジでさ、本当。あ、すいません。もういいよ。すいません。ちょっと言ってなかったんですけど、罰ゲームがあるので負けた方がね。あるよ。何あるよ。今回ですね、負け分の995ドルなんですけども、チャンネル収支から出てるので、負けたチームの横澤さんにちょっと増やしていただきたいな。チームとかじゃないから。しかも995ドルを払わなきゃいけないんじゃなくて増やして払わなきゃいけない。そうですね。なんで傷口を広げるような真似をさせるの？ということでそちらの増やす模様はですね、別の動画でご覧いただければと思いますので、以上いくらまで増やせるかバトルでした。1000ドルスタートで4ドル買って 0.4% のめちゃめちゃ熾烈な争いだった。すごいよな。あっという間だったよな。長かったよな。いやー、一瞬やったな俺は。ちょっと寂しいな、この船降りるの。また戻ってきたね。というわけで下船です。はい。Thank you voyage。ボンボや素敵だったね本当に。というわけで結果発表。じゃあまずは今回人生初ポーカー旅だったフクラピン。はい。収支はマイナス2000ドルです。俺も思ったよりも負けてない。キャッシュ勝ってるのが抑えてるね。キャッシュだけで見たらめっちゃ勝ってるね。めっちゃ勝ってる。ああ、なるほど。プロや。プロムーブできます。初めての旅としては抑えてるね。抑えてですね。マイナス2200。同じぐらいだ。マイナス2200。タッグのファイナルが出るから。マイナス1940ドル。マイナス全員2000ずつぐらい。2000ずつぐらい負けました。ギャラとの目が似てるんだよ。確かに。みんなちょっと上がる部分が別にあるんで。電眼も熱いやつあったし。ひろきさんは僕はキャッシュゲーム1287ドル勝ち、トーナメント7190ドル勝ち、よって8477ドル勝ちです。強っ。やったー。しっかり勝ちましたね。1100ドルのディープランがでかかったですね。でかかったね。というわけで横澤最後。横澤は元ダメプレイして1インまでですね。最終収支がプラス9368ドルということで。1インまで出るとこんだけいけるね。なんなら1インまでは28000ドルだったんですけど1万ドル出たりしたんで結果的には、プラス9000ドルぐらい。結局プレイ時間結構実は長くて船乗ってる間だけで38時間30分、休憩時間入れたら僕ら1日平均8時間以上航海できたから、悪くなかったかもしれないですね。そういう意味でこんだけ海とかも行ってご飯もいっぱい食べて充実しすぎじゃない？しかも安かった。やっぱりお金1800ドルですよ1人で。1人やば。それだけ遊んでマジ？レストラン全部タダだし。無事に船から降りると思ってなかった。マジで安かったよね。というわけなんですけども WPT ボヤージュ編が終わりと見せかけてですね、終わるんですよ。まだWPT ボヤージュ延長マイアミ編がスタートします。マジで史上初です。今日の飛行機なかったんですよマジで。なるほど。しょうがないから明日の朝の飛行機にしようと思って明日の朝の飛行機になっちゃったんで1日暇なんでマイアミ延長編をやらせていただきたいと思います。なるほど。マイアミはカジノもいっぱいありますし観光地もいっぱいありますしご飯も美味しいんで全く本当にノープランなんで
何をするか決めるところからまずは思っておりますが、ここで横澤チャンネルからお知らせがあります。ビッグお知らせです。これなんとですね、今回横澤チャンネルメンバーシップを開設したいと思います。メンバーシップっていうのは会員制でコミュニティだとか動画だとかを見れるっていうサービスなんですよ、 YouTube の。今回このマイアミ編幻のメンバーシップ編としてお届けしようかなと。なるほど。横澤チャンネルって今回の旅でも思ったと思うんですけど、動画めちゃくちゃ回してるじゃないですか。めっちゃ回してる。でもサブチャンでもないしオカチャンでもないし、でも出したいって思ってた動画がめっちゃあります世の中に。でそういう動画をメンバーシップでお届けしていこうかなと。メンバーシップは今入るとどんな動画が見れるんですか？最初に用意してるのがもうそれだけ結構すごいんですけど、トリトンあったじゃないですか。はい、トリトン。実はトリトンにもマイアミと同じように幻のトリトン編が存在しているんです。そうなの？そうなんですよ。最後トーナメントで僕トム・ドアンと同卓してるんですよ。あの有名なトム・ドアンめっちゃ面白かったんだけど、あのオチをやりたすぎてカットしたっていう。あのオチのためにね。あのオチをね、サブチャンで世間全体に公開するのは恥ずかしいなと思った動画がありまして、僕と横澤の IQ テストっていうのをやったことがあるんですよ。やったー。 YouTuber っぽいな。高そうな2人だからね。体重公開みたいな、恥ずかしいみたいな。そうそう。基本はやっぱいい動画がどこにも公開されてないメンバーシップ限定の動画が見れるが一番の売りね。そう、他にもですね、メンバー限定のカスタム絵文字が使えるだとかコミュニティ機能がありまして、横澤がたまに返信したりします。もちろん、メンバー限定の配信もやろうかなと。ああ、やりたい。生配信とかやってライブ配信やりたいね。はい、しようかなと思っています。いろんなことやりたいね。メンバーシップ限定イベントとかやりたいですね。はい、この月額490円も取ってなんでこんなことやるのかと。いいなる。このメンバーシップの全収益をですね、ルーツを作るために使おうと思います。おお、すごい。ルーツ費用だ。はい。じゃああれにしようよ。メンバーシップの人には先行招待とかそういうのやりたいね。やりたいね。確かに。あ、それいいね。めっちゃいい。グッズの先行販売とかイベントの先行受付とか。いいでしょう。よーし、やった。いやそれいいよ。めっちゃいいじゃん。じゃあ俺入る。はい。メンバー入るよ。確かに。横澤チャンネルでポーカーを広めるってことをコンセプトにやってるチャンネルなので、メンバーシップもポーカーを広める形につなげたいなと思って考えたのが、ルーツを作るお金にしようと。いいでしょ。いいでしょ。いいでしょ。ファン代表。ありがとうございます。メンバーの人はじゃあこれとスーツケースの感動の再会が見れる。そうですね。そういうことだ。ということで一旦はボヤージュ編お疲れ様でした。ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。俺らは何のために YouTube やってんだ。夢見せるためだよな。行ってきます。横澤。待って、さすがにやめろ。さすがにやめとこう。さすがに。いや待って。一番上に書いてあるからこれ何これ。いや、急げダメとりあえず。こっちがひろきのね。こっちひろき、こっち横澤ね。はい。あ、できた。ただいまより横澤 VS 呼び乗りファッションコーデ対決。どうする今日。はい。観光したい。観光。ああ、したくない。逆に？同じのいいじゃん。なんか嘘でしょ。ジャックボット先輩。まさか行くのか？ということでなんと奇跡の全員同卓。スタッフも含めた6人同卓でケーブル貸し切りキャッシュゲームマイアミで。世界中のポーカープレイヤーがもう心待ちにしている WSOP 直前ということで、キャッシュゲーマー横澤をやっぱ活躍させなきゃいけないなと思って悲願のなんですけど、なんとついに出れます。レートはなんと200ドル400ドル、人生最高レート、ミニマムバーンインなんと10万ドルです。もしもーし、ちょっと1件ですね。